はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こういう水玉のイラストの描き方を紹介していきたいと思います。視聴者さんからこういう水玉のね、描き方、簡単な描き方を教えてほしいって言われたので、ちょっといろいろ探して、一番簡単な描き方を見つけてきたので、今日はね、そのやり方を紹介していきたいと思います。使うアプリはいつものプロクリエイトを使っていきます。すっごく簡単にできるので、楽しんでもらえればと思います。はい。じゃあ、プロクリエイト立ち上げて、上のプラスボタンからですね、新しくキャンバスを立ち上げていきます。キャンバスのサイズは何でもいいんですけど、今日はスクリーンサイズっていうサイズで始めていきます。で、一番初めやることなんですけど、この一番最初に出てるレイヤーのところにベースのカラーを塗っていきます。で、このベースのカラーを塗るときは、スケッチっていうボックスの中の鉛筆 6B を使っていきます。これですね。で、鉛筆 6B なんですけど、私よく下書きを書くときに使ってるんですけど、こんな感じでラフなスケッチを書くときにすごく便利なブラシです。で、こうやって、筆圧とかもすごく感知してくれるし、あとは Apple Pencil の傾きによってもかなり表現が変わってくるので、本当に鉛筆で書いてるような表現になります。で、このブラシを使って、まずベースのところですね、ざっくりでいいので下地を塗っていきます。で、なんとなくね、色鉛筆でこの水滴を描いたようにしたいんですね。なので、とりあえず、下地のところは、あえて鉛筆感を残したような表現で、ざっくり塗っていきます。で、ちょっとね、余談なんですけど、私が初めてプロクリエイトを触った時に、初めて使ったブラシがこの鉛筆の 6B なんですね。で、この本物感というか、超リアルな鉛筆の表現に、もうなんかその時に、もう鉛筆いらないわって思ったんですよ。もう鉛筆捨てようって思ったんですよ。で、そっからね、ずっとプロクリエイトの虜になってるわけなんですけど、そんぐらい感動的な、ブラシです。鉛筆の 6B は。なので、プロクリエイト持ってる人で、鉛筆の 6B まだ触ったことない人は、絶対触った方がいいと思います。ぜひね、デッサンとかいろいろ書いてみてください。で、こんな感じで下地のところが描けたら、まず水玉の形のベースを形取っていきます。で、その時はこのベースのところを選択して、マスクっていう項目があるので、マスクを選択していきます。で、このマスクのレイヤーのところに水玉の形を作っていくんですけど、その時に使うブラシがこのアミティインクブラシの中のラインペンダークっていうブラシです。で、このブラシはですね、下の概要欄のところにダウンロードリンク載っけておくので、よかったら見てみてください。で、ここに楕円を作っていくんですけど、楕円を作るときはこうやって適当に丸を描いてグッてホールドしてあげると綺麗な、サークルを作ることができます。こんな感じかな。で、お尻のところしっかりとつなげてあげます。で、この状態で、色をこうやって放り込んであげる。で、放り込んであげるとこんな感じで楕円のくり抜いたような形が綺麗にできます。で、このエッジのところですね、細かいところは手作業で、描いてあげます。でですね、さっきマスクについて話したんですけど、このマスクのことがですね、ちょっとよくわからない人は、マスクについて解説した動画も以前出しているので、それをですね、概要欄の方に載っけておきます。なので、マスクについてわからない人はぜひそこも見てもらえると嬉しいです。このマスクはね、結構大事になってくるので、ぜひ、プロクリエイト勉強したい人はですね、見てもらえればいいと思います。で、ここまでできたら、一番上にレイヤーを作って、ここに色を塗っていきます。で、色を塗るときは、さっきのアミティインクブラシの中にある、ウォーターエフェクトっていうブラシを使っていきます。で、ウォーターエフェクトはね、水を含んだような表現を、描きたいときにすごく使えるブラシです。で、今回はね、まさに水を描いていくので、このウォーターエフェクトを使っていきます。で、まずカラーピッカーで、濃いめのエメラルドグリーンぐらい、結構黒に近いエメラルドグリーンの色を取ってもらって、左下半分ぐらいを黒で
縁取っていきます。この白い玉のちょっとアウトサイド、ちょっとはみ出たぐらいのところを黒で、色を塗っていきます。で、こんな感じで左下のところが塗れたら、同じようにこの右上のところと、あとちょっと右下のところもかな、も同じように黒で塗ってあげます。本当にちょっとだけで大丈夫です。で、今塗ってるところは、この水玉のドロップシャドウのところになります。床に設置してるところのシャドウの部分を今塗ってます。で、ここまでできたら、次、エメラルドグリーン、元のエメラルドグリーンの色を取ってもらって、次はね、この右下半分ぐらいかな、右下斜め半分ぐらいのところを、さっきのウォーターエフェクト、同じブラシです、を使って塗っていきます。ここもね、すごいざっくりで大丈夫です。後からね、形を整えていきます。なので、この右下の半分ぐらい、3分の1ぐらいかな、がエメラルドグリーンの一番濃い色になるようにしてあげて、真ん中がエメラルドグリーンの鮮やかな色、一番鮮やかな色です。で、左上に行くに従ってだんだん白くなるように色をのっけていってあげてください。で、だいたい色がのっけれたら次、この色のところをですね、ぼかしていきます。で、ぼかすときは、アミティインクブラシの中のオイルブレンドっていうブラシがあるので、このブラシを使って、この重なっている色のところをなぞっていってあげます。で、そうすると、このね、色がだんだん馴染んできますね。こんな感じで。で、このウォーターエフェクトとオイルブレンドをうまく使いこなすことによって、このね、なんか潤いっぽい、水っぽい、艶っぽい表現が出てきます。で、こんな感じで、ベースの色のところが完成です。で、今ね、ちょっと若干色がくすんでるので、その時は、この色のレイヤー選択して、左上の調整パネルのところから、色相サイド明るさっていうのがあるので、そこから、こうやってサイドのところとか、あと明るさのスライダーを、上げてあげると、こうやって後からでもね、鮮やかな色を作ることができます。で、こんな感じで最後、オイルブレンドでバーっとなじましてあげます。で、この上に一番上、レイヤー1個追加して、ここにハイライトを入れていきます。で、ハイライト入れるときは、アミティインクブラシの中の、ラインペンダークっていうブラシがあるので、そこのブラシを選択して、こうやってキュキュッとハイライトですね、楕円を入れてあげます。このね、楕円を入れるだけで全然変わってくるので、ここはね、綺麗に入れてあげてください。で、最後はですね、微調節になってくるので、細かいところですね、をウォーターエフェクトと、あとオイルブレンドを使って描画していきます。で、こっからはですね、皆さんが気の済むまでですね、ひたすら描いてもらえればいいと思います。どこでね、止めるかっていうのは結構難しいところではあるんですけど、まあね、極めたい人はひたすらウォーターエフェクトで遊んでみてください。で、私はね、今回はちょっとさっくり描きたいなと思ったので、ある程度のところで止めていきます。で、こんな感じで、完成にしていきたいと思います。で、最後ね、これで完成でもいいんですけど、せっかくなんで、ちょっとカラバリを作ってみたいと思います。カラバリって色違いですね。今、水玉がエメラルドグリーンなんですけど、それの色違いを作っていきます。グループ化したレイヤーを複製してもらって、その複製したレイヤーを開けます。で、まず背景のところを選択して、色相サイド明るさを選択して、こうやって色のね、色相の部分のスライダーを変えていきます。こんな感じかな。ちょっとピンクっぽい色にしていきますね。
で、同じように、水玉のところのレイヤーも選択して、ここも同じぐらいの色相のスライダーのポイントまで持っていってあげます。でちょっとねサイドとかも上げてあげるといいかもしれないですね。でこんな感じでピンクのところも完成です。でピンクまで作ったらもう一色作ってみたくなったので、最後ね青色も作っていきます。でさっきと同じようにグルーピングしたやつを複製して、位置をちょっと調節してあげて色を変えていくんですけど、プロクリエイトでちょっと気をつけてほしいこととしては、プロクリエイトってラスターデータの、アプリなので、一回画像を小さくしたやつをもう一回大きくしてしまうと、画像がねすごいジャギーになって劣化してしまうんですよね。なので一回小さくしたやつは戻さない方がいいと思ってください。小さくするときはどれくらい小さくするかっていうのを頭の中で想像した上で小さくしてあげた方が後々綺麗に仕上がります。でもしですね不安な人はオリジナルのレイヤーは取っておいて、バックアップとして取っておいて、それを複製してその複製したやつを変形かけていくっていう形にした方がいいですね。私はねいつもそうしてます。もともと書いたやつはどっかに取っておいて、それを変形かけていくっていう形でやってます。でこんな感じでですね、ブルーのところの水玉も、背景のところとあと水玉自体の色の色相を変えてあげて、でこれで最終に持っていきたいと思います。はい、ということでですね、こんな感じで完成にしたいと思います。どうですかね。こんな感じで結構さっくりでしたけど、それっぽく水玉になったんじゃないかなと思います。で水玉の描き方ってねすっごいいろいろあって、人によっても違ったりするのでなんか難しいんですけど、今日はねすっごい簡単な水玉の描き方を紹介していきました。でもしねもっと本気の水を描いてみたい人はですね、どうしようかな頑張って私も勉強して皆さんに教えられるようにしていきたいと思うので、ぜひねまた楽しみにしておいてくださいはい、ということでですね、今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が良かったらぜひいいねボタンをお願いします。でまだチャンネル登録してない人はですね、こんな感じでiPad の使い方、お絵描きの仕方をいろいろ紹介しているので、ぜひチャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日はご視聴どうもありがとうございました。また次回もお楽しみに。バイバイ。